プチコン4入門の題材編第3回は文字の形を変えようその3というテーマでお送りします。前回から目指していることです。ゲームを作るとき大抵点数などの文字が表示されますが、この文字のデザインをオリジナルのデザインに変えられるようになることを目指します。左の図が何もしていない状態でプリント文を使って表示したもの。右の図がデザインを変えた後に同じようにプリント文を使って表示した文字です。これができるようになることを目指します。軽く前回のおさらいをしておきます。プチコンのフォントはグラフィックページの5番というところに保存されています。フォントを変更するためにはグラフィックページの5番のデータを直接変更するしかありませんでした。では今回の内容です。今回は前回までの知識をもとにフォントエディターを作っていきます。このシリーズで初めてプログラムを組んでいきます。今回作るフォントエディターはフォントの変更に特化したグラフィックエディターです。時間が限られていますので基本的なことをできる部分だけを作ります。あとは皆さんの手で使いやすいように改造していただけたらと思います。早速プログラムを入力してください。画面を一時停止してゆっくり間違いのないように入力してください。緑色のコメント部分は入力しなくても大丈夫です。では入力したものを簡単に説明していきます。1行目のオプションストリクトというのはこれを宣言しておくことで変数の宣言を必須にします。あらかじめ宣言した変数しか使えないことにすることで変数の誤入力による変な挙動を抑止することができます。次に主な変数の宣言です。サイズという変数は編集しようとするフォントのサイズで8か16かのいずれかが入ります。今回は8としていますが、ここを16に変えると16ドット角のフォントを編集できるようになります。変数コードは編集する文字の文字コードです。プチコン4ではすべての文字に文字コードと呼ばれる番号がついています。プログラム内で使われているASC という関数、これは指定された文字の文字コードを得るものです。COL という配列変数を定義しています。COL という配列変数には、フォントで使うドットの色を選択できるパレットの色番号が格納されています。プログラム内の push という命令で配列変数 COL に色を追加していきます。色を追加している RGB という関数は透明度、赤の要素、緑の要素、青の要素という透明度と光の三原色の情報をもとに色番号を得ます。透明度は少なければ少ないほど透明度が高くなり、0だと何も見えない状態です。光の三原色については値が大きいほど力が強くなります。例えば255.00とすると真っ赤ということになります。入力したらひとまず実行してみましょう。右ジョイコンのプラスボタン、もしくはソフトウェアキーボードのランボタン、USB キーボードを使っていればファンクションキーの5番 F5 キーを押して実行してみます。まだ変数の宣言をしただけなので画面上では何の変化もありません。もしエラーが出た場合は
入力間違いがないかよく見比べましょう。では続きです。まず変数 CL の宣言とエンドの間、18行目以降ですね。ここにサブルーチンプリペアスクリーンを呼び出す誤差部分を加えます。行番号は動画の番号と合わせておくと後で見比べやすくなりますので合わせてください。エンドの次の行、23行目からです。ちょっと長いですけど、ゆっくり頑張って入力してみてください。では解説をしていきます。このサブルーチン、プリペアスクリーンでは、スクリーンの準備を実行します。まずはスクリーンの使用用途をあらかじめ説明しておきます。バックカラーは濃い灰色に設定して黒のドットを見やすくします。次のこの緑色にあたるグラフィック面、ここには背景やパレット面を描画するのに使用します。これはグラフィックページ0番の内容がそのまま表示されます。次にテキストスクリーンです。テキストスクリーンの1を16ドット角でフォントを描画する面にします。テキストスクリーン2、これを8ドット角でフォントを描画する面にします。スプライト面はマウスカーソルとなるペンのスプライトを表示するのに使用するのですが、実は文字を拡大してドットを編集する部分とドットのマス目の部分で1枚ずつ使うことで合計3枚のスプライトを今回は使用します。まずはスクリーンの準備の最初の方です。26行目の ACLS、今まで ACLS は単独で使っていましたが、これに引数を指定すると何を初期化するのかしないのかを指定することができます。引数に001を指定するとフォントが格納されたグラフィックページ5番だけはクリアをしないという設定になります。これでフォントの編集途中でプログラムを止めてまた再開しても引き続き前に作っていたフォントを編集し続けることができます。31行目の X スクリーンアウト命令は27行目に X スクリーンがあるので明らかに SW が400で SH が240なのですが、今後スクリーンのサイズを変化しようとしたときに確実にスクリーンサイズを取得するためにあえて置いています。32行目の EW は文字の拡大部分の1マスのドット数ですが、これは画面幅と画面高さのうち少ない方を文字フォントのサイズで割るということで算出します。明らかに画面幅よりも画面高さの方がドット数は少ないのですが、考え方がわかるようにこのように書いています。次はスプライトの準備です。編集面のスプライトはもちろん編集に使うための大きさが必要です。それは編集面の1ドットの大きさを示す変数 EW とフォントのサイズ、ここでは8ですか、8ドットですから8をかけたものになります。編集面のスプライトはスプライト番号0番としています。マス目のスプライトは1ドット外にはみ出るので、変数 EW とフォントサイズをかけたものにさらに1を足したものになります。マス目のスプライトはスプライト番号1番としています。
編集面のスプライトとマス目のスプライトは通常のスプライトのグラフィックページ4番を使いません。SP ページっていう命令でスプライトのグラフィックをグラフィックページの1番から取得するようにしておきます。こうしておくと、これらのスプライトはグラフィックページ1番に書いたものがこのスプライトのグラフィックとして使用されるようになります。マウスカーソルのスプライトは定義済みのスプライトの208番。これをスプライト番号2番として使います。SP ホーム命令で基準座標を変更して、ペン先が基準座標になるように変更します。また、SP オフセット、SPOFS 命令で奥行きを設定して、一番後ろが編集面、その手前側にマス面、一番手前側にマウスカーソルのペンという重なり順に変更しています。42行目から55行目は背景とマス目を描画しています。背景にはマス目ごとに右の図のような模様を描きます。明るい箱の左上の箱を描いているのが49行目で、右下の箱を描いているのが50行目です。背景はグラフィックページの0番になります。マス目はグラフィックスクリーン1番のマス目のスプライトの部分に書きます。最後に文字のサンプルを書きます。文字コードが32から始まって横に16文字ずつ6段、合計96文字の文字を書き出します。これは編集した文字の見た目を確認することはもちろんですが、編集したい文字をここの部分を使って選ぶことにも使用します。通常のアルファベットの大文字や小文字、数字、基本的な記号はすべてこの辺りに文字があるため、これで十分です。ひらがなや漢字などを編集したい場合は、別の文字の選択方法を考える必要があります。1文字を8ドット角で表示するので、あらかじめ用意したテキストスクリーンに表示します。テキストスクリーン4以外にプリント文を実施するため tprint という命令を使います。chr$ という関数はちょうど ASC と逆です。先ほど出てきた ASC は文字を与えると文字コードを返しましたが chr$ は文字コードを与えるとその文字を返します。ではここまでの部分を実行して確認してみましょう。背景とマス目、サンプル文字が表示されていると思います。もしエラーが出た場合は入力間違いがないかよく見比べましょう。では続きです。まず先ほど追加した20行目の動作部分の下にさらにサブルーチン、プリペアエディットの呼び出し動作部分を挿入します。では、プログラムの末尾、先ほどサブルーチンの続きで1行を空けて67行目からです。行番号は動画の番号と合わせてください。後で見比べやすくなります。このサブルーチン、プリペアエディットでは、編集しようとする文字を編集画面に拡大する、編集文字の準備をするために使用します。文字のフォントはグラフィックスクリーンの5番にあるので、その文字のデータを調べて編集するための拡大画面に拡大表示をするという流れです。フォントの場所はプチコン4では完全に固定されてしまっているので、文字コードから
計算して文字が格納されている場所を算出することができます。ですが、プチコン4では文字を格納されている場所を計算してくれる命令があらかじめ用意されています。それがフォントインフォアウト命令です。文字コードとフォントサイズを渡すと、そのフォントが格納されている領域の左上の座標を返してくれます。今回のプログラムでは変数 OXOY に格納されます。フォントが格納されている座標が分かったので、あとは1ドットごとに調べてドットを四角形に拡大していきます。点の色を取得するために gpget 命令を使います。これは指定した座標のドットの色を取得します。一時的に変数 C に格納します。そして編集画面のスプライトのデータであるグラフィックページ1の該当するドットの場所に同じ色で四角形を描きます。最後に表示サイズを16ドット角でサンプル文字を表示します。サンプル文字は編集中の文字を3文字並べて表示します。隣り合う表示の状態を確認するためです。表示サイズが16ドットなので、あらかじめ用意したテキストスクリーン1に文字を表示します。文字列に掛け算の演算子を用いると、その文字列を指定した回数だけ繰り返した文字列になります。入力したらひとまず実行してみましょう。さらに A の文字が拡大表示されているのが確認できると思います。もしエラーが出た場合は入力間違いがないかよく見比べましょう。また余裕があればこのタイミングで画伯を起動して今のグラフィックページ0やグラフィックページ1がどんな状態になっているかを確認してみると理解が深まります。時間となりましたので今回はここまでです。セーブ命令でファイルを保存するかソフトウェアキーボードの簡易保存でプログラムを保存しておくのを絶対に忘れないようにしてください。ご感想やご質問、説明してほしい項目の要望などがございましたらコメント欄にお寄せください。なるだけニーズのある内容に寄せていきたいので、ぜひよろしくお願いします。また、動画の内容が良ければ高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。続きは次回です。次回までお楽しみに。